そう、潜在意識が前向きなんで、絶対前向きになれるんですよ。ご自分の心がしっくりくるもの、それが正解ですって伝えたいと思います。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、お待たせいたしました。魚座の皆さん、やっていきましょう。入ったかな。では開けていきましょう。ジャスティス。お、いい感じですね。はい、このカード。ストレングスの逆位置です。はい。カップ5。おお、カップのエース。ペンタクルスの、これキングですね。それから、はい。カップの6、逆位置です。なるほど。面白い。はい。こちらが、エンペラー、聖地。ソードのページ、逆位置です。から、はい、ムーン。ちょっとカード、出しますね。で、こちら。いいですね。カップの2。はい、そうじゃない、ワンドの2ですね。このように出ました。それでは読んでいきましょう。はい、それではお伝えしていきます。今回使っていくのはユニバーサルウェイトタロットデッキです。前回に引き続きですね。こちらのカードです。缶入りで手のひらサイズでとても使いやすいです。それからこの子の性格ってあるんですよ。カードデッキって性格があって、私が思うにすごくね、鋭いんですよ。鋭くて面白くて、面白い角度からこう切り込んでくるというような、なかなかですね、味わいがある。そんなカードになっております。ご興味あったら私の概要欄に貼っときますので、よかったらご覧になってみてください。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。はい、こちらで見ていきますが、ケルト十字といって、十字ってね、出してますね。はい。ムーンがあって、ストレングスがあって、エンペラーのジャスティス。なるほど、なるほど。前回、魚座の皆さんのリーディングで、見てくださいましたかね。前回、すごく強さ、自分の強さっていうのがクローズアップされてくるということをお伝えしました。魚座の皆さんって、リーディングで出てくるキーワードがですね、愛とかですね、それから感情とか情緒とかですね、感受性とか、割とそういった柔らかい部分が多いんですね。だけど、前回9月は、なんだかすごく強い部分が出てきてる。で、そこが大事になってくるというようなお話をしたんですが、また、今月も10月も、そういった感じです。似てますね。強さが出てくる。強さというか、今回はですね、ご自分の本音に向かい合うっていうのがテーマです。
ご自分の本音。ご自分の本音を大切にするというのが一つ出てきてます。はい、それ踏まえた上でお伝えをしていきますね。まずね、こちら。現状、ジャスティス。正位置。天秤持ってますね。天秤座のカードなんですが、10月は天秤座の月であります。おそらく今月、魚座の皆さんはですね、存在感を増していくんだと思います。存在感。全体的に存在感ありますね。そしてこのカードは何かっていうと、意味合いとして言うと、やっただけ返ってくるとか、やっただけ正当に評価されるとかですね、バランスが取れている。それから冷静でいられる。そんなところです。フラットなんですね。フラットな状態が作れてるって伝えてくれてます。なので、損してる感覚がなかったりとか、ギブアンドテイクの状態が保ててるとかですね、そういう感覚があると思います。これすごくいいんじゃないかなと思います。それから、こちらが過去にあたるところで、こっちがこの先の未来、こうやって進むんですが、こういうね、素晴らしい状態、フラットな状態を作れているっていうのは、おそらくこの前の段階でカップの S があるからかなと思います。カップの S っていうのは、これは始まりですね。ご自分の心を大事にする。自分の本音、自分の感情、それを大事にするっていうことを始めたと出てます。わかりやすく言うと、ご自分の心が満たされるっていうことをすごく大事にしようっていうふうに決めた方が多いんじゃないかなと思います。いいですね。カップのエース。愛の始まりなんですが、おそらくご自分に対しての愛情という方が多いと思います。中には誰かに対しての愛情が始まったから、だから自分も大事にしようって思ったのかもしれないし、きっかけはちょっとわかりませんが、ご自分を大事にしようっていうのが、このカード伝えてくれてます。はい。自分を大切にするっていうことを始めた、気づいたという方が多いのかなと思います。だからこんなね、バランスのいい素敵な状態が保てている。そのように今回はあえて読んでいきたいと思います。そしてこの先、ペンタクルスのキングの逆位置なんですね。ペンタクルスっていうのは物質的な豊かさとかね、経済面とか、利益とか、リアルなところ、現実的なところを表したりするんですが、逆位置なんで手放していくって出てるんですね。はい、これすごく面白い、興味深い流れだなと思います。で、この流れを一言で言うと、ご自分自身をチューニングしてる、その流れが出てますよ。チューニングしてる。自分を最適化してる。おそらくご覧の魚座の皆さんは、ご自分自身を最適化したいというか、本当の自分でいたいとか、自分がもっと楽に幸せになりたいとか、そういう方が多いんじゃないかなと思います。だから、いらないものを捨てていく、いらない考え方だったりね、本当にリアルに何かいらないもの、そういったものを捨てていくという流れができています。ご自分を大事にするっていうふうに決めたから、だから今ね、このジャスティス、調整中、ちゃんとバランスが取れるように最適化してる。そんな感じがしてなりません。ご自分自身のチューニングが行われている流れが出ていますよ。はい。だからこの先ね、いらないものを捨てていくのかなと思います。執着を捨てていくっていうのが出てますね。だけどね、捨てたいけど捨てられないというその葛藤もあるかもと、このカードが伝えてくれてます。葛藤といえばここもそうですね。このカード、ストレングスの逆位置、力のカードの逆位置が今月の意識、自分が意識できているところの意識というところですね。はい。簡単に言うと、頑張ってるんだけど大丈夫かなっていう感じです。それが気持ちに上がってきそうです。すごく頑張りたいし、頑張ってんだけど、でも大丈夫かなみたいなところ。そんなところがね、出てますよ。それから、潜在意識の方にこのカードですね。良かったですね。素晴らしいカードが出てます。これはカップの5っていうカードで、喪失のカードですね。亡くなっちゃったっていうところ、それからショックだったこととかですね。
表すんですが、逆位置なので前向きになってる。ショックだったことも前の段階としてもしかしたらあるのかもしれないけど、前向きになってる、元気が出てきてる、気持ちが上がってる、メンタル上がってるっていうのが潜在意識に出てますよ。だからこういうね、現実を作れるのかもしれない。潜在意識に前向きになってるっていう、すごくね、嬉しい感じのカードが出ています。だからいろんなことを頑張ろうって思ってるのかもしれないですね。格闘している様子がこちらにね、出てますが、こう格闘できているのはなんでかっていうと、気持ちが前向きになってるから。そのようにお伝えしたいと思います。そしてこのカードがここにいましたけどね、ソードの5か。ここにもソードがいて、ちなみにソードっていうのは何を表すかっていうと、人間関係とかね、それから情報とかインターネットとか表すんですよ。思考も表しますけど。今回はお人よしになりすぎにご注意をっていうことをお伝えしますね。いい感じでこうね、チューニングしてるとかバランス取ってる様子が出てるんですが、少しね、お人よしになりがちって出てます。おそらくね、本当にお優しい方が多いと思うんですよ。だから、周りに少し影響されたりとかすることもあるかもしれないけど、そこを一生懸命バランス保ってる感じっていうのも出てます。だからこそ、お人よしになりすぎないでっていうのが、今月の、ご注意点というかね、人間関係とか、それから情報っていうのもすごく来るんですよね。人間関係とか情報、そこに思いがある方が多いのかも。それうまくやりたいとかね、奮闘してるとか、そのように受け取りました。それから厳しくやりたいんだけど厳しくなりきれない感じもね、なんだか感じますね。何でしょうか。はい。そんなところですが。そしてこちらに行きますと、今月のあなた様自身、またカップですね。カップの6、逆位置。カップの6って簡単に言うと過去を表すカードなんですね。それが逆位置なので、これね、本当にね、いろんな言い方ができちゃうんですけどね。今回、他のカードを見てもですね、なんか変わってる感じがするんですね。だから、気分一新というふうに読みましょう。はい。気分一新という感じ。だから、過去を捨て去りたいとか、捨て去りたいってちょっと大げさですけど、過去に、けりをつけて気分一新でいるという魚座さんがいらっしゃる。そのように今回お伝えしたいと思います。だけどね、過ぎたこととか、過去の自分とか過去のことはすごく大事に思ってる。だけどそこから気分一新でいるという状態。それが今のね、魚座さんじゃないかなと思います。で、一方ね、このエンペラー、これが周りの状況とか周りの人なんですね。はい。変化していきたいという思いがあるのかな。ご自分が新しくなりたいとか、変化の波に乗っていきたいという気持ちがおそらく終わりになるのかなと思われますが、だけど周りは、なんていうかな、あんまり変わらないというか、エンペラーっていいカードなんですけどね、いい意味で、この継続中というカードなんですよ。なんて言ったらいいかな。魚座の皆さんの方が早く気持ちが新しくなっている。そんな言い方で伝わるでしょうか。周りはね、割と昔ながら継続している状態だとか、古い考えでいるとか、そういったところも読めるんですね。だから、魚座の皆さんの方が一歩前に行ってるのかもしれないですね。新しくいる、新しい自分でいるという感じがすごい伝わってくるんですが、周りがちょっとまだ変わらないとか、変わり映えしないっていうふうに思っちゃうかも。だけどね、逆を言うとそれでいいところもあって、周りの状況、周りの人はすごく安定的で継続的です。はい、信頼ができる。そんな様子の環境が今月あるんじゃないかなと思います。もしかしたら人かもしれないですけどね。信頼できる人がいたりとか、ずっと継続されている環境があるとか、そのようにお伝えしたいと思います。だから信頼はできるかと思います。そしてこちらですね。今月のあなた様の願望、思い、希望、
あるいは心配というところですね。ソードのページ。ソードって出てますね。ソードが両方とも逆位置か。やっぱり人間関係、それから情報、そしてインターネットっていうところが気になっている方が多いかもしれない。そして、間違った情報をつかみたくないっていう思いだったりとか、それからすごく警戒しているんですよね。警戒している様子が出てますよ。人に対して、外側に対して、情報に対して。はい。騙されたくない。間違った情報をつかみたくないって思いがありそう。警戒心のカードがね、出てますね。ですので、魚座の皆さんはね、情報に敏感な方も多いんじゃないかなと思います。世の中的にですね、様々な情報があって不安要素もね、あるかと思いますけど、だからそこに対して敏感になっているという方が多いのかもしれないですね。でも今月はフラットに見られる時ですよ。偏りがないというところも表す、ジャスティスというカードがですね、現状に出てますので、ご自分の心の目で判断していくといいと思います。いろんなものを。その人間関係であっても情報であってもご自分の心の目で見ていく。それが大事になってきそうです。はい、そしてこちらですね。最終結果、ムーンの聖地。カップの2、やっぱカップが出ますね。はい、気持ちとか感情とか愛とかそこがやっぱり結構入ってきますね。先月に比べて。自分の心の目で見るって今言いましたね。あなた様の心が結構正しいと思う。そんな感じがしますね。だけど、このムーンが出てる時っていうのは、ちょっと惑わされやすいんですよ。周りに。それからこの月っていうのは、実体がないんですね。光を放っていない、この星なんですよ。太陽の光を受けて光るという、世界観ですからね。なので、実体がないっていうのがあるんですね。だから、心配とか不安を膨らませない方がいいです。それから周りに影響されたくないって思い、ガードする感じがすごくありますが、おそらく分かっているんだと思うんですね。惑わされたくないっていうところが。そして、このムーンというカードはとにかく膨らんでいくカードなんですね。で、言ったように心配とか不安に意識を向けちゃうとそこが広がっちゃうので、そうじゃない方向に意識を向けていくと素晴らしいものが拡大していく。そういうふうにも言えると思うんですね。なので、クリエイティブな活動をしているとか、何か自分で作ってらっしゃるという方は追い風でもあるんですよ。素敵なものが作り上げられる。そういったエネルギーが来てます。不安ではなくて、自分が広げたい、拡大していきたいというものに意識を向けていくといいと思います。それからね、一緒に出てるカードがカップの2でございます。これはソウルメイトカードって言われたりします。とにかく自分にぴったりとしたものに出会える。心がマッチしている状態、マッチングのカードが出ています。それは人っていう場合もありますし、それから人じゃなくても自分にぴったりのものに会える、仕事に会える、それから好きなものに会える。そんなところが出てますね。なのでご自分の心にしっくりくるもの、それを大事にしてください。ちょっと言ってることがね、ここで言ったことと似てますけれども、ご自分の心の声を聞く。ご自分の心がしっくりくるもの、それが正解ですって伝えたいと思います。だから、あんまり外側に拡大してぶらさない方がいいですね。自分の中に素敵なものがあるというのも一つ言えると思います。素敵な出会いがあるだとか、人もそうですしね。人だけじゃなくて物かもしれない。とにかく自分にとって素晴らしいものと最高にしっくりくるものとマッチングがあるよっていうカードですね。これはとても朗報じゃないかなと思います。だからそこに意識を向けていくといいと思います。自分の心が好きと思えるもの、そこに意識を向けていくと、今月すごく拡大していきます。それから
っぱりね、ちょっと過去っていうのも、過去とか今までっていうのもキーワードに上がってくるんですね。このムーンっていうカードは過去に気持ちがいったりすることもあるっていうカードなんです。で、言ったようにここもね、今回は過去から一新した自分になってるっていうふうにも言ったんですが、もう一つちょっと踏み込んで言うと、とはいえやっぱり過去は大事だったりというところもある。両方含んだ意味のカードなんですよ。で、こちらですが、今月の対策、それから開運ポイントとしてお読みしたいと思いますが、ワンド2、聖地です。これは今までとこれからっていうカードですね。今までのことを踏まえて、そしてこれからを見ていく、これからを作っていくというカードです。それが出てますね。だからちょうどこの真ん中にいるっていう方も多いかも。今までがあってこれからがあって、その真ん中にいる。そういった感覚もあるかもしれないですね。だからまとめると、ちょいちょいね、この、なんていうかな、大丈夫かなって思いとかあるかもしれないんですけど、それをね、ちゃんとしっかり受け止めながら、この先前向きに見ていくっていうことです。ここ前向きカードが出てますって連動してますけどね。そう、潜在意識が前向きなんで、絶対前向きになれるんですよ。はい。でも潜在意識って自分が気がついてないとこですからね。あえてこのカードを出してきてくれたんだと思います。今までのことを踏まえて、これからを前向きに見ていくっていうことが、今月のラッキー開運の姿勢になります。今月の開運する姿勢になります。今までのことを踏まえて、そして前向きにこれからを見ていく。それがあなた様に送りたい言葉になります。実際の行動にね、移すという感じはもしかしたらないかもしれないけれども、計画を立てたりするといいようですね。それから具体的に言うと、小さな目標を立てるといいですよ。小さな目標を立ててそれを達成していくみたいな。それが言ってみれば開運アクションです。小さな目標を立てて達成していく。はい、このように出てました。今月はね、自分の心の目で見ていくと、とても素敵なものが見えてくると思います。好きって思えること、そこに意識を向けていく。そうするとすごく拡大していきます。それでは次ですね、オラクルカードを出していきます。お仕事活動面のメッセージ、愛情面のメッセージ、最後に今月のラストメッセージということで、3回ですね、カードを出していきます。はい、それでは出していきましょう。今回ね、使っていくオラクルカードはこちらです。スピリットアニマルオラクルカード。動物さんのカードです。それからラストメッセージが、デイリークリスタル。インスピレーションカードです。失礼しました。はい、これを両方ともね、私とっても気に入っていて、かなり使わせていただいているカードになります。概要欄にね、リンク載せてますので、もしご興味があったらご覧になってみてください。それではシャッフルしていきましょう。10月魚座の皆さんですね。お仕事活動面、愛情面です。開けていきましょう。お仕事面はこちらです。バッファローだ。10番。なるほど。可愛い顔してます。バッファロースピリット。The Abundant Universe will provide。なるほどです。いいメッセージですね。愛情面。はい。はい。Time for Beginner Mind。なるほど。48番です。はい。このように出ました。それではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。お伝えしていきます。お仕事活動面ですね。はい。バッファローです。正面からのバッファローですね。これ笑ってんのかな。これっていうのは、
宇宙の豊かさを受け取りましょうみたいなことですね。受け取るってきましたね。で、先ほどタロットカードのリーディングで、周りの状況っていうのがエンペラーが出てたんでしょうね。恵まれている環境が手に入っているということを伝えてくれてます。もうすでにあるというところもこれ表してくれてるんですが、もしかしたらいろんな材料、チャンスっていうのが周りにあるけど気づけていないのかもというところも伝えてくれてます。これ完璧ですよっていうことなんですよね。もしかしたら周りにあるチャンス、素敵なもの、そこに気がつけていないかもというカードです。あなたの周りに豊かさがいっぱいあるので、豊かさの種かもしれません。それを見つけて捕まえてっていうことを伝えたいと思いますね。完成のカード、完成の番号ですね。これもある意味完成なんだよな。なんかね、魚座さんのメッセージ、もう全部完成されてるっていうところが出てるんですよね。なんでしょうかね。あとは気づいていくだけみたいな。そういったところが出てます。だからもう準備されてるし、用意されてるんだと思います。それからこのカードっていうのは感謝のカードでもあるんですね。周りの人に感謝をするっていうことも、この時いいかもしれないですね。必要かもしれないですね。そうすると、与えられてるものの素晴らしさが分かったりね。そんなところが出てます。ちょっと抽象的な言い方になりますが、あなたの周りに全てね、用意されてるっていうことですね。そんなバカなって思う人もね、もちろんいると思うけど、だけどね、そうなんですよね、どうやら宇宙は。あとは気がついていく、気がつける自分になるっていうことだったり、準備を整えた自分になるということなんですよね。準備が整ってないと気がつかなかったりするんです、チャンスって。はい、そんなところをお伝えしたいと思います。ちょっと似ていますね。すべて揃ってる。もう全部ある。豊かなものあるよっていうところが、環境に出てましたが。はい。はい、そして愛情面いきましょう。愛情面は、これなんだろう。ちょっと待ってくださいね。山嵐だ。ちょっと読めませんでした。山嵐のスピリット。初心に帰りましょうだ。このブルーがすごい目立ちますね。なんか言いたいことを言った方がいいですね。ちゃんと丁寧に伝える。相手にちゃんと丁寧に伝えたらいいですね。言いたいことがありそう。それからこのね、意味合いとしては、タイムフォービギナーマインド。初心に帰りましょうって来てますね。まあ、愛情面なので様々なパターンでご覧くださってると思います。お相手がいらっしゃる方ですね、すでに。それから、これからっていう方。そしてご家族愛でご覧の方もいるかもしれないですね。もしかしたらなあなあにして、伝えなきゃいけないけど伝えられてないということがあるかもしれないですね。言いたいことがあるってすごい伝えてくれてますよ。何でしょうかねですね。言いたいことを、何でも言うということではなくて、言葉を選んで、ちゃんと相手に伝えるということが大事になってきそうです。それは、どういう立場でご覧くださっている方でも共通のメッセージになります。そのようにお伝えしたいと思います。初心に帰るってことですけどね。その気持ちをその初心に出会った頃に感じた気持ちを思い出すってこともあるでしょうし、それから、丁寧に人間関係を作っていくっていうところも、なんかすごく言われてるんですよね。さっき人間関係とか情報とか、そういったところが今回クローズアップされてくるし、ご自分でも気になっているというふうに出ていました。なので、上手に伝えるというところ、それがとても今回強調されています。何か受け取ってくださったらなと思います。それから最終結果のところにソウルメイトカード、恋愛で出たら嬉しいカードがね、出てました。これですね。はい。出会いがある方もいるかな。このカードが出ると自分にぴったりとした人に会えるっていうことがね、結構濃厚だったりするんですよね。人に限らないんですけれども。それが出てます。それから、もうね、お相手いらっしゃる方は、共通の趣味とか、なんか一緒に楽しめることとか見つかったらいいですね。そうするとすごくいいと思います。ご家族ももちろんそうですね。共通の趣味というのが今回すごく来てます。
何か受け取ってくださったらいいなと思います。はい、そしたらね、これ見ておきましょう。お仕事、愛情、共通メッセージです。ボトムです。はい。はい、なんだっけこれ。アナグマだ。アナグマのスピリット。Be fearless and bold。はい、なんか勇気出してっていうのが来てます。そのままお伝えしたいと思います。なんかこう、怖さを、恐怖を克服して勇気出そうっていうカードが来てますね。アナグマのスピリットです。前回から引き続き魚座さんの強さというのがクローズアップされていくし、ご自分でもそれを使っていくというふうに出てました。ちょっとつながるかもしれないですね。勇敢というカードが出てますね。勇気を出していきましょうって伝えてくれてます。はい。このように出てます。それでは最後行きましょう。今月のラストメッセージですね。10月魚座の皆さんです。最後の1枚になりますね。2枚出てますね。はい。行きましょう。ブルーレイサーゲット、Find Your Calm。なるほど。レインボーオブシディアン、Heal Your Heart。なるほど、なるほど。なんかハートとかこれも内側ですよ。自分の内側に注目って来てます。さっきタロットカードのリーディングでご自分の心に聞いてくださいというようなことを言いましたよね。ご自分の心っていうのが今回すごく鍵を握ってます。ハートですね。ハート。これはあなたのハートを癒すっていうこと。それから、ご自分の中に平穏を見つけるみたいなところですね。ブルーですね。今月は特にご自分の心を癒すだったり、自分の心に注目するだったり、ご自分の思いを大事にしてあげる。そのようにお伝えしたいと思います。一番初めに自分の本音を大事にというようなことを言いましたよね。そことちょっと通じてくると思いますが、周りに振り回されるというより、周りに気を使いすぎるというより、ご自分を大事にされてください。そのようにお伝えしたいと思います。とてもシンプルですが、それが全てに感じます。これハートが出てますからね。あなた様のハートが大事ですって来てます。そのようにお伝えをしたいと思います。やっぱり人間関係とかちょっと伝えたいこと、言いたいことが出そうですね。それをうまく伝えていただければなと思います。はい、こんな感じでしょうか。それでは以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回かご覧いただけますと、またその時に必要な違ったメッセージがね、受け取れることもございますので、よかったらご覧になってみてください。コメント欄にですね、今月のアファメーション残していってください。ポジティブな自分の宣言、自分に向けての宣言をぜひされていってください。そうすると書いたことによって引き寄せるっていうね。ではでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。素敵な10月でありますようにお祈りしております。